もいませんね。同じところをやってるんですけど、これは黒コチです。マゴチ。これはいいやつ。そして何気におこぜ結構見えてますね。あ、開けた。一応一つ見えております。さっきの網やたらいいなと思ったら、車エビが2つ入ったり、大ダコがいたり、さっきのが下り返しでしたね。ちょうど潮のとろみだったようです、さっきの時間帯が。もうスレスレ、これはシノルかな。これはちょっと最初の方に入ったんでしょうね。スレスレですね。これは生き返るんかな。逃がしてあげたら。ここまでスレスレだとちょっとお金にならないでしょう。ちょっと逃がしてあげましょうか。生き返るか。元気に傷を癒しててくれればいいですけど。網が汚れるとこ通ったんでしょうね。やたら網が汚れてますけど、ここにもふわっ気があるんでしょうかね。よいしょ。さっきの網やったら入ったなと思ったら、どうも下り返しだったようです。全然ちょっと見てなかったですけど、潮をさっきから下り潮に変わっています。この人である。こっち係の根をちょっと通したんで、こっちがいましたね。危ねえ、こっちが。でも残念ながら白こっちです。これはもう全然ダメのやつです。これもかな。これも白こっち。これだけですね。マゴチはほぼ綺麗。めっちゃ綺麗ですね。ちょっと何気にこんな大きいホウボウを取ったの実は初めてですね。初大きなホウボウをゲット。あとはハモですかね。よいしょ。赤ゲタはいませんね。赤ゲタの方が軽くていいんですけど、こっちもこっちかな。おお、カニが見えたんで喜んだのですが、残念ながらこれももう出し子ですね。拾えません。残念。こっちももう白こちばっかりで、もう全部白こちですね。これダメです。めちゃくちゃ派手な網ですけど、全然ダメですね。これでもエビがいてくれさえすればいいと思ってやってるんで十分いいんですけど、まともなこっちはこれだけでした。なんとせっかく係の根を攻めたんですけど、夏にいてくれればですね、コロナでどうなるかわからないですけど、もし豊洲に送れればこの白こちでも今年はどうなるんでしょうかね。なんとめったに撮影、なぜかわからないけどめったに撮影できない鈴木さんが、撮ってないことはないんですけど、なぜかカメラ持ってきて行った日にはいないという鈴木さんがなんと姿を現してくれました。カメラ持ってきた日に。これから夏に向けて相場が上がっていきますけど、もう今はあれですね、昔ほど高級魚というようなことはなくなってしまいました。決して高級魚ではないですね。もうよいしょ。もう
りになってハモが下り潮になってハモが入り出しましたね。あ、これもスレスレやな。もう逃がすか。そしてまたもや珍しいシャリゲタ。よいしょ。赤ゲタはいたりいなかったり不思議ですけど、いる網といない網が交互に続いてる感じです。よいしょ。ちょっとハモが張り出したので早めに上げております。長く漕ぐとどうしても擦れるんでですね、価値がだいぶ下がっちゃいますんで、言ったらハモ入らん。また吉野こちではダメです。どうだこの子。ほい。さっきから 4,5 本ずつ入ってたんでいるのかと思ったらいないという。よいしょ。余っての方が楽でいいですね、軽いので。よいしょ。なんとか無事帰りました。よいしょ。4時半です。エビー、あら、間違えて赤ゲタの中に入れてしまっていますけど、赤ゲタを間違えてエビの中に入れたのか。帰りにちょっと寄ったんですけど、死んだエビがこれだけ。死んどっても生きとってもなんか相場変わらん時あるんですけど、たださすがにちょっと生けとった方がいいかなと思って生けてみましたけど。よいしょ。はい、死んだエビ。よいしょ。エビ取りに行ったんよ。あ、これまた間違えた。最悪はなんやかんや間違えた。なんかジャコと赤ゲタも一緒にしちゃって、もうなんやかんや間違えておりますけど、赤ゲタいたりいなかったりで1日でこれだけです。一晩で。よいしょ。よいしょ。いったエビがこれとこれです。人との合わせているでしょうかね、ギリギリ。あとはハモとかコチとかですね。ハモなんかひっくり返っとるな。ちょっとスレスレでしたからね。今のところこのハリイカは相場がいいです。リベはもうジャコですけど、シリアケイカは大したことないですが、このハリイカはもう5つぐらいあったから、いい値段で買ってきてます。コゼなど車エビ最初に3本パパッと入ったんで、もっと取れるんかと思いましたけど、結局3つでしたね。車エビが使うんですから、3ついてくれてたら結構助かります。ついつい白コチを拾ってしまいましたが、下手するとチヌより安いかもしれません。よいしょ。なんせこちらのもうマコチでさえいつの間にか需要がないのか安い魚ということになっておりますんで、もう自分が最初行き出す時から言うともう半分以下の相場ですね。このイカはさっきの白コチとかリベとかチヌよりよっぽどいいです。今日のエビの次のエースじゃないでしょうかね。車エビ、ガラエビ、このイカぐらいですかね。なん
とハモが出てきたってかな。早いわな。全然まだ夏じゃないのにな。ほぼ上がり、一応生きてますけど上がってしまいましたね。もう一応閉めました。こちらにもよいしょ。秋にサワラ連れて行ったくれた先輩のサワラです。こちらは羽根。今年はサワラ多いみたいですね。大量のようです。相場してますね、サワラ。聞こえてる値段が素晴らしい。ちょうだい。量場が違う。エビ、その代わりエビがおる。車エビとエビからいってみましょう。いくらするか、この生きたエビと車エビと死んだエビ。もっとやっぱりサワラも最後の辺はちょっと安くなってますね。長貝さんも驚きのエビの値段。正直もっとするかと思いましたけど、ガラエビでもまあ良かったです。ハモもそこそこ。ハモもそこそこですね。やっぱりまだ豚背がいってないんで、もう豚背が行き出すとチンコギの自分たちが取ってくるハモはもうジャコですけど、まだ歌瀬が取ってきてないんで、そこそこの相場です。これはすごい。もうおらんものを取らねえ。おらんものを取ったんだね。俺ものだったらこりゃええ相場する。なんぼするんですかね。いや、網かかったんだよ。それ言おうたらもう終わったんで帰ろうと思いましたけど、イイダコの値段が気になるのでイイダコだけ見て帰りましょう。思ったよりはしなかったですけど、まあいいんじゃないでしょうかね。もう誰も取ってきませんからね、イイダコなんか。物好きなお母ちゃんがまた作りました。何でも自分で作っちゃいます。木を買ってきて、この下のこの台を作って、これは何を置くのに作ったんですか？いや、なんかを置くため、なんかを置くために作ったらしいです。とりあえずルンバちゃんがちゃんと入るように。ルンバちゃん入れるでしょ、ここにちゃんと。結構もう長年頑張ってくれております、ルンバちゃん。